今日はですね、前回までお知らせしましたウォールバック、このウォールバックの使い方についてご説明してまいりましたが、最終的にそのウォールバックというのは脇がちゃんと締まるようになってまっすぐストレートパンチが打てれるようになってからする練習と。で一般の方はどうかというと、脇が開いてしまって脇が緩んでるから力が通らないということで、この練習は不可ということになるわけですね。じゃあどうやって脇が開いたらいいのかなというのでご紹介するのがこれ、これがステンレス製ですねのカンフーリング、これをご紹介したいと思います今日は。で2種類ありまして、これが木製ラタン製のカンフーリング、これがステンレス製のカンフーリングです。こちらは中空製になってまして管状になってます。管状のものを丸く溶接している、こういう形のものですね。これはもちろん木ですが、加工して、リング状にしております。だいたい重さも内径もほぼ一緒なんですが、木の方がちょっと重いのかステンレスの方が重いのか微妙ですね。まあどちらが使いやすいというのもありません。リングなんで、まあこの内径の寸法が一緒であればそれでいいと、ちょっと木の方が太くなってます。ですからこうちょっとこう外に広いっていう感じになりますが、この中が問題なので、中さえ同じ直径であれば全然問題ありません。だいたい22センチぐらいの内径になってます。で YouTube 動画でもこのカンフーリングを紹介する動画も多々ありますけども、だいたいインチキな教え方するんですな。こんな腕の回し方をしたり、なんかラプターと称してこんなことしたり、もうそれとそもそも手首の周りで技をこう出して、これがボンサオだなんて言ってね、タンサオボンサオタンサオボンサオ、これインチキです。そんなんしてね、なんかいい技が身につくというもんでもありません。そもそもタンサオがこうなったら真ん中外れてます。真ん中ここですから、腕と腕の間真ん中ですから、真ん中に来ないといけないのに真ん中空いてたはずです。ボンサオだってこうです。真ん中空いてるでしょ、ダメですよ。ですからちゃんとした使い方ってそんなね何種類もないんですよ。まああって3種類ぐらいです。3種類か4種類ぐらいですね。それ以外はもう全然いりません。12種類とかやってる人ありますが、あまりも関係ありませんので、今からご紹介する練習をこのカンフーリングでしていただくことによって、ストレートパンチが打てるようになりますというようなことでございまして、まずはね、この両腕を中にこう入れます。こんな状態にしますね。このリングが決して手首寄りとかならないように、それじゃ腕が開いたって、できますから、それではダメで、なるべく肘の関節のところにリングが来るようにします。最初もうこのリングの中に腕を通してこういう形をすること自体が難しい人もいるかもしれません。もうこれは柔らかくするしかないので、もうこの姿勢ができない人はまずこの姿勢になることを目指してください。それとこれから伸ばします。ぐーっと伸ばして伸びきるまで、でまた戻します。同じ軌道で戻していきます。この往復動作が一番練習になりますね。
で注意点をいくつか説明します。この時に肩の関節がこう上に上がらない、中国武術全部そうですけど、肩上に上がっちゃダメです。ですからこの練習の時も肩が上に上がったりするのはダメでございます。これが第一の注意点。肩が上がったらもうこれするの楽になりますから、肩を下げる、下げたまま伸ばす、で戻す、これなんですが、いくつか要点がございます。その第2番目は力を抜いて動かさないようですから、なんか壁とかウォールバッグを押し込んでいるというイメージで伸ばしてもらう、で引き込むような感じで引いてもらう、この運動にするということですね。普通の人間は、体を動かそうとするときに力を抜いてから動かそうとする。詠春拳はそうにはなりません。力は持続的に出しながら運動していくということを忘れてはいけません。これは詠春拳の術理でございます。持続的な力を出していくというのは、これは詠春拳のどの場面においても間違いのない、術理ですね。動く時に力を抜くから詠春拳はできないんです。持続的な力を出していってください。この時もそうです。これ力を抜いてね、動かす時に力を抜いてフラフラにしてスッ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 、これは何の練習にもなりませんよ。何か壁を押すような気持ち、相手を押し込むような気持ちで出していただく。で相手のをぐっと引き込むようなつもりで出していただかないとダメですね。肩が上がらないことと力を抜いてやらないということと、次第3点、肘の曲げ伸ばしだけでやらおうとしないこと。つまり軌道がこういう放物線もしくは円を描いてはならない。あくまでもストレートパンチでございます。軌道はまっすぐ、早くやる必要はないんですよ。もうゆっくりやってもらったらいいです。出し引いて出してゆっくり伸ばして伸ばしきる。伸ばしきったら引いてきて元の姿勢に戻す。ただこれだけでございます。これするだけで脇が開くという行為、それと必要な肩甲骨の動きがサポートされてよく動くようになってきます。それは副次的な意味合いでありまして、でもこの練習だけで、カバーされないこともあります。これは脇を開けないようにする練習の道具なので、本当に大事なのは脇を開けないことではなくて肘が締まることなんです。つまり両方入れますね。これ開かないというだけではダメなんです。締めるという方に力が入ってないとダメなんです。締めるという方に力が入ってまっすぐ出す。まっすぐ。どっかの詠春拳で出す瞬間に肘をこっち開けてくださいっていうふざけたとこありますけども、それは大間違いでございます。そんなことやってたら威力どころか威力を出すために腕立て伏せ200回ぐらいせなあかんいうことになって、他の格闘技と何ら変わらないいうことになります。肘を締めて出す。そんなもう空手家でしたらみんな100人聞いたら100人言うような言葉です。しかし実際に肘を締めて脇を開けないようにして出す、ストレートを打つっていうことは
非常に難しいことです。言うはやすし、行うは形でございます。この3つの注意点を守りながらしていただくということですね。でもね、これ出すだけにすごい意識する人多いんですけども、実は引くが大事です。英春拳でこう引き込むという技はジャンサオとかザッサオとか言いますけども、この引き込むという技は人教でも表紙でも出てまいります。ということはこれ大事な技だっていうことです。どの場面においても必要な技ということになります。それでなかなか身につきにくいからたくさんの場面で出てくるんですね。そういうふうに解釈していただいたら結構かと思います。その技を身につけるためにこのツールを使いましょうということです。で、ザッサオやジャムサオが使えるということになると、ファックンやヤッチーチョン君もタンサオも使えるということになってまいります。全て良くなってくるわけですね。ですからこのピストン動作だけですけれども、これが侮れないということになります。こうすればジャムサオ、こうすればヤッチーチョン、こうすればザッサオ、こうすればタンサオ、もしくはホクサオ。肘の形は一緒ですからね。その肘を形作るためにこれで形作ってるんです。だから英春拳の基礎的な形を得るためにぜひともこのツールは使っていただきたい。まあもともとイープマン派英春拳の訓練過程にこのリングっていうのはないんですが、広東省系の英春拳の中にはこれございますので、ぜひともこれを使って、脇が締まる状態を作っていただきたい。まずその脇が締まらないとまず英春拳にはなりませんのでね、英春拳っぽい動きにもなりません。だからこれが必要ないという人はもう英春拳じゃないか、よっぽどの達人かどっちかということになりますね。で、他の使い方ですが、ポーパイサオっていうのがあります。ですからセンジョン、それで大ジョン、これ同時に出します。で、脇締めたままこう両方出します。で、相手にこう打ち込むわけですね。引っ込んでずーっと出して、はい、戻して、出して戻す。ポーパイサオという技術と、あとはターンダーですね。ターンダー、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 ターンダーですね。あとは静音小さを一人で練習する場合のツールもできます。単差を上の北差、ほんでちょっと動きますが、ボン差を単差、ボン差を北差ですね。ここいっぺん入れますが、ここでしっかり絞ることですね。ボンサオ、北サオ、こんな感じで静音小さの読習もできるようにはなってますが、メインは両方腕を通していただいて前後運動してください。これでございます。
よその詠春拳でこれまあ もちろんよその詠春拳は使わないんですけど、1分半ほとんどですけど、これ使ってみて、自分の脇がすごく空いてるから全然できないわっていう方がおられましたら、ぜひこのリングを使って、修正もしくは矯正していただきたいと思います。もしくはそんなことどうでもいいという技術でしたら、あなたの指導者を疑わなければなりません。まあそういう重要な詠春拳にとって重要なモーション、動きというものをこのカンフーリングで矯正していくという作業になってまいります。ぜひお試しいただきたいと思います。ありがとうございます。